明けましておめでとうございます。今日の日付は1月2日。ここはいつもの博多駅です。新年一発目のロケをやっていきたいと思いますが、今日はですね、湯布院に行きたいと思います。実は僕湯布院に、行ったことがないんで、2025年の一発目でね行ってみたいと思うんですけども、皆さんもご承知の通り、僕はですね鉄道が大好きということで、行く途中帰る途中もね鉄道を満喫しながら行ってみたいと思います。じゃあね、早速博多駅から電車に乗っていきましょう。さあ、湯布院といえば湯布院の森号ですよね。特急湯布院の森、これには乗りません。はい、そう、この切符ね取れなかったんですよ。ただ帰りは取れたんでね、帰りはこれで、帰りたいと思うんですけど、行きはですねちょっと特別なルートで行ってみたいと思います。やってきたのは新幹線の乗り場でございます。そう、新幹線にね今から乗っていきます。そう、私青木はですね2025年初めて乗る列車はこちらになっております。かっこいいなこれ。800系新幹線つばめ号でございます。つばめ号ね、これはこの車両はですね九州限定で走っている車両なんで、普段ね新幹線自体はよく乗るんですけども乗らないんですよね、あんまり。と言ってたら湯布院の森号がねタイミングよく出発していきました。たくさんのお客さんを乗せていますね。いや、この特急がいかにですね人気な列車かということが分かります。湯布院って新幹線、そもそも大分って新幹線通ってないよって思われるかもしれないですけど、そうです、この新幹線で、湯布院に行くわけではございません。この新幹線で久留米まで行きます。で久留米まで行って、これが一番今回乗る中でレアな列車なんですけども、快速湯布院号というのに乗り換えます。この快速湯布院号っていうのがねもう期間限定で走ってる、列車でしてね、はい、この後ね見てのお楽しみになりますけども、ちょっと待って、これ結構レアな行き先ですよね。これ新下関行きの小玉号です。はい、今回はね鉄道を満喫する旅でもあるので、こういうのもねちょいちょい、入れても大丈夫だと思います。乗っていきましょう。綺麗だな本当に。めっちゃ綺麗でしょこれ。でもこれ登場してもうすぐ20年ぐらい経つ車両なんですよね。これそんな歴史があるとは思えないような新しさを、そして清潔さがあります。なんせこれ普通の新幹線2列3列なんですけどもね、この列車は2列2列自由席でこれですよ。だから広々と使うことができるわけでございます。新幹線って普通ここにこういう風に下げるテーブルがあるんですけど、ここにあるんですよね。こんな感じで近鉄特急みたいな形ですねこれ。久留米に到着しました。乗ってきた800系新幹線をお見送りしていきましょう。久留米のね1個手前の新鳥栖って駅があるんですけど、そこからこの駅までの距離がねえらい短いんですよね。なんでえらい短いかっていうと、両方とも大事な駅だからなんですよね。この久留米って駅は、久留米はね、福岡県を代表する、都市の一つでありますね。ブリヂストンとか松田聖子さんとかでね有名な、ところなんですけども、で新鳥栖っていうのは、これはね福岡じゃなくて佐賀県なんですよ。そう、佐賀県をね一回新幹線はまたいできているんですけども、将来でそこから長崎の方に新幹線をね分岐させるっていう、そういう計画がありますので、そういう関係でですね近いところに駅が2つもできちゃったっていうような、そんな経緯になっております。
このアーチ状の屋根が特徴の久留米駅です。ここね来るとたまに松田聖子さんの赤いスイートピーがかかってたりするんですよね。そういうの聞くとね本当久留米来たなって思いますね。ちょうどいい感じで広告がこちらにございますね。九州行ったら岐阜高原線って書いてありますね。はい、九州ね年3か年4ぐらいでですね来てるんですけども、岐阜高原線乗るのは初めてですね。恐れ入りますって感じしますけども、この岐阜高原線っていうのがですね、九大本線っていう風に正式には言うんですけども、岐阜高原線っていう愛称がついてます。一番乗り場に10時54分発快速湯布院号3両編成、これがですね入ってきます。3両編成って言ってもですね、機関車が引っ張ってる列車になってます。そう、私たち今から客車に乗るんですね。客車っていうのはですね、モーターとかそういうのを積んでなくて機関車に引っ張ってもらうような、列車のことを言いますけども、これがねなかなか普段乗れないんですよね。さあ機関車がやってきました。かっこいいな。太陽の光を浴びて、そして客車50系客車と言いますけど、いいですね。これだいぶ昔からいるやつなんですけど、しっかりね塗装も新しくしております。そして展望室みたいなのもあるんですね。ということで私たちは機関車をしっかり映像に収めておきましょうね。 DE10 という機関車ですね。僕あんまり機関車のことはね詳しくないですけど、結構名前を聞く有名な機関車ですね。そしてこちらが客車です。 SL 人吉って書いてありますけども、この列車は人吉までは行きません。昔は行ってたんですね。肥薩線という熊本から鹿児島を結ぶ路線なんですけど、残念ながら災害でですね今も通れなくなっています。なのでそこで使っていた客車をですね、いろんなところで、使われています。いち早くですね列車の古巣である人吉も通れるようになることを祈りつつですね、旅を楽しんでいきましょう。さあそしてまた湯布院の森登場でございます。そう、今回の旅はですね湯布院の森になんと2回も抜かれるというですねはいそんなことになっております。この湯布院の森号は10時48分に久留米を出ます。で私たちが乗る快速はですね10時54分に出ますので、どんだけゆっくりですね旅をしているかということがよく分かっていただけるかと思います。さあ湯布院の森を横目に列車の中入れるようになったんで入っていきましょう。2号車の 12A っていう座席ですね。3号車側から入っていきましょうか。すごいのれんみたいになってるんだ。カフェ&バーってありますね。今日は営業しないみたいですね。さあソファーやんこれ。12A これか。4人席がメインですけど、ちゃんと2人席のところの、窓側を用意していただきましたね。素晴らしい。本日は JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速湯布院号湯布院行きです。止まりますが、以下終点湯布院です。お手洗いは先頭1号車と最後部の3号車にございます。さあこちらが展望ラウンジになっております。さっきまでですね家族連れが2グループぐらいいたんですけども、ちょうどいい同じタイミングで、他の車両の方に移動されまして、私1人になりました。おー、見てくださいこれガチ迫力ありますねこれ。いや思った以上ですよねこれ。列車がね小刻みに揺れてるんでね、ちょっとしたアトラクションに乗っているかのような感じですね。駅を通過していきます。
感じでね座って見れるようになってるんですよね。これちょっと座ってみましょうか。いいですね。いやなんか鉄オタやっててよかったなって感じる時ですよね。そこを座ってみるとね、線路までの位置がこう近くなるので余計ね、今なんか線路の上走ってるんだっていうのがね実感できていいですよね。さあではこの快速湯布院号についてご案内したいと思います。私たちは今お正月に利用しているわけなんですけども、行楽シーズンに合わせて随時運転がされています。例えば去年2024年ですとゴールデンウィークとかあと秋の行楽シーズンに運転をされているそうですので、これ乗りたいよっていう方はぜひですね JR 九州さんのホームページを確認していただければと思います。でこの展望スペースなんですけども、たまたま貸し切りにはなったんですけども、その後ですね何人かお客さんがいらっしゃいましたんで、それに合わせて私たちも、この部屋を出ることにしましたんで、そういったですね譲り合い思いやりを持ってですね使っていただければというふうに思います。さあではね、せっかくなんでこの美しい景色を見ながら私たちは湯布院でこれから何をするかっていうのをね、ご紹介したいと思います。列車はですねあと1時間半ちょっとで湯布院に着きます。湯布院に着いたらまずねお昼ご飯を食べたいですね。そうこの列車の中には車内販売とかさっき見ていただいたらないので、ちょっとどうしようかなと思ったんですけどね、あんだけ快適な椅子だったら、弁当買ってきてもよかったかなってちょっと思ったりするんですけど、やっぱりねご飯は現地で食べたいんですね。湯布院の駅前お昼食べまして、そして名物の温泉ですね。はいで湯布院の景色なんかを見ながらね、こんなにね晴れてたらね、絶対めっちゃいいかいいに決まってるんですよね。帰りは湯布院を5時17分に夕方の5時17分に出る特急湯布院の森でですね博多まで帰っていきます。滞在時間がだいたい4時間なんでね、湯布院の、この4時間でどれぐらい楽しめるかっていうのをねやってみたいなと思ってるんですけども、ご飯食べて温泉行って景色満喫してっていうのはね、4時間ゆっくりとやれたらいいなと思っています。ありがとうございます。列車はあと3分ほどで終点の湯布院に着きます。お忘れ物なさいませんよう、今自動では右のご確認ください。湯布院に到着しました。いやこのね昭和を感じさせてくれる客車もさることながら、この駅の周りの雰囲気もちょっとタイムスリップしたそんな、いい感じの田舎の景色が広がってるんですね。いやこんなとこだったんですね。すごいね、思った以上に山が迫ってきてますね。さあ湯布院駅出てきました。そして私たちを迎えてくれておりますのがあちらに見えております。太陽を浴びて輝いている、もう輝いているって言っちゃっていいでしょうね。湯布岳でございます。湯布院の温泉街とかですね、街はですねこの湯布院の駅から湯布岳の方に向かってですね広がっておりますので、私たちは基本的に今から湯布岳の方に向かってですね、お食事とか観光とか温泉とかしていきたいと思います。でまずねめっちゃお腹空いたんでね食べるとこ探しましょうか。この映画の世界に入り込んできちゃったみたいな、そんな感覚がいいでしょう。写真ではね湯布院で見てたんですけど、こんなにね迫力が湯布岳迫力があるとはね、今日雲一つない天気ですからね。ここはどうだろう、駅前通りをしっかり見渡せるような席があって、韓国料理もあるんですね。なんか家庭料理みたいな感じでいいですね。じゃあいただきます。いや美味しかったです。いや衣のね揚げ方がもういい感じで柔らかくてですね。さあ私たちは湯布院の駅前通りを歩いてきましたけれども、ここで分岐しましてですね、湯布院の湯の坪街道、有名な街道を通っていくことになります。この街道沿いがですね観光地になっているようですね。なんかこの辺からちょっと京都感が増してきましたね。人がだいぶ増えてきました。多分この辺の方がね温泉旅館とか観光地から近いんで、みんなやっぱこの辺に集中してるんでしょうかね。ちょっと抜け道みたいなのがあるんでそっちに行ってみましょうか。なんかこの冒険してる感みたいなのもね味わうことができるんですよね。
さあ、そして私たちは食後の運動でどこに向かっているかというと、湯布院の絶景が楽しめる金鱗湖という湖に向かっております。さあ、金鱗湖到着しました。なんかあれですね、向こう側に金閣寺でもありそうな、そんな感じがしますけどもね。本当金閣寺来た時思い出しますよね。ここの湖はですね、なんと温泉が流れ込んできているものだそうでして、なので水温が高いんですよ。だから冬の朝とかは湯気が立ってるらしいですね。この横にね、飛び出てるとこがあって、で写真を撮ることができるようになってるんですけども、韓国人のカップルの方々が5分おきぐらいですね、はい、地下鉄御堂筋線が来るような感覚ぐらいで、写真を撮られてます。で、結構皆さんペアルックとかされてるんで、本当ね、韓国ドラマを見ている感じがしますね。こちらのお蕎麦屋さんは金鱗湖を見ながらですね、食事ができるそうです。で、そろそろ温泉に行きたいなというところなんですけども、これちょっと行ったところに、旅館なんですけど日帰り入浴をやってるとこがあるらしいです。で、僕はね、温泉街に来た時は、共同浴場みたいなところもいいんですけども、やっぱりね、旅館の日帰り入浴をお勧めしてます。なぜならですね、旅館って泊まろうと思ったら1万円以上とか普通にするじゃないですか。でもそのお風呂だけでも使わせてもらえるっていうね、しかも1000円とか1500円とかね、宿泊費に比べたらめっちゃ安いでしょ。で、昼間の場合ってね、旅館の日帰りって空いてる場合が多いんですよ。旅館って大体ね、夜とかにね、ご飯食べた後大浴場入る人が多いので、とか言ってたら到着しました。こちらお宿ぬる川温泉さんです。ということで今日もいいお湯でした。はい、なんとですね、ほぼ貸し切りでした。いや、さっきのですね、湯の坪街道の混雑が嘘みたいな感じでね、最初はご家族連れの方がいらっしゃったんですけども、すぐ入れ替わりになりまして、で、5分ぐらい僕一人でした。2025年もですね、相変わらず奇跡を起こし続ける、青木旅行チャンネルでございますけども、で、露天風呂がメインでね、今日なんか肌寒いんですんげえ温まりましたよ。ぬる川って言ってますけどね、温度がぬるいってわけじゃなくて、ちょうど良かったです。さあ、ここの道をまっすぐ行くと湯の坪街道に突き当たるんだそうです。なので湯布院の駅に戻りながらカフェ巡りでもしましょうかね。時刻が3時半ということなんで、あと2時間弱残ってますね。これが湯の坪街道ですね。だから本当に湯布岳に向かってまっすぐ伸びているんですね。で、私たちは湯布院の駅の方向に向かうんで、湯布岳ではなくて夕日に向かって歩いていくことになります。なんかこういうね、建物、本当温泉街って感じですよね。やっぱり湯布院は温泉街だっていうのがこれ見てよくわかりますけども、湯布院昭和館でございます。すげえ、観光バスが頑張ってこの狭い道を攻めております。そして後ろには宅急便もね、観光地と、この付近の方々の日常が混ざり合っているということがですね、よくわかりますね。もう駅まで戻ってきちゃったんですけど、ここはなんかおしゃれなゲストハウスですね。カフェ&バーもあるって書いてあるんで、ちょっとここでゆっくりしていきましょうか。すごい、また奇跡起こったみたいですね。2階は貸し切りです。なんか新年早々 VIP になった気分ですね。店員さんがね、こう持ってきてくれたんですよやばいなこれ。カボスハニー神社って言いましてね、大分県といえばカボスが有名ですけどね、1000円ぐらいかな。観光地価格なんですけども、でも地元の有名なもんということでね、じゃあいただきます。なんかいろいろ混ざり合ってて美味しいですね。でもやっぱカボスがやっぱセンターに来てますね。味のセンターってどういうことだって感じですけどね。さあ、夕日を浴びて岐阜岳もくっきりと見えております。いよいよこの見守っていただいていた岐阜岳にもさよならをしないといけない時が来ました。私たちはここからですね、湯布院の森号に今から乗ってまいります。私たちが湯布院に着いてからこの湯布高原線でちょっと車両の不具合があったみたいで、湯布院の森号、これ停車してるんですけど、1本前のやつです。1本前のやつが出てから、私たちが乗る17時17分発のやつが来るらしいので、あと20分ぐらいですね。景色に見ながらゆっくりしましょうか。なんか夜の湯布院の駅ってね、あれですよね、阪急の嵐山駅みたいですよね。
さあいよいよ改札が始まるみたいですね。足しげく今日の宿に向かう人たちがたくさん歩いています。湯岳の方向に向かって。いやー、夜景が綺麗です。さあそして私たちが足しげく向かうのは湯布院の森でございます。結構高いところにありますね。発車まであと4分ほどお待ちください。発車まであと4分ほどお待ちください。外国の方が多いんでね、国際線の飛行機に乗ってるみたいです。なんですけど、こんな感じで吊り橋をイメージしてるんですね。こちら扉です。やっぱ2階で気にするってね、なかなか新鮮ですね。はい、だいぶ揺れてますんでね、揺れに注意しながら渡る。ほんと吊り橋渡ってる気分ですね、これ。列車およそ5分で終点の博多に到着します。皆様とお別れのお時間が近づいてまいりました。由布高原線を駆け抜けた湯布院の森での旅はいかがでしたでしょうか。この車内にて皆様にお会いできたことを嬉しく思います。小さくて温かい湯布院の旅へぜひまたお越しください。博多に到着です。いやー、帰ってきたなーって感じですね。湯布院の旅をね、新年一発目にやってみましたけども、いかがでしたでしょうか。結局50分遅れで今8時半ぐらいですね。なんか全然遅れたにしてはあまりストレスを感じないんですよね。多分お隣の席ね、予約画面上で埋まってたはずなんですけど、なんか列車が遅れたかなんかでキャンセルになったんですよね。そういう席もちらほらあって、結構車内もね窮屈とかそんなんじゃなかったですね。なんか湯布院ってね人気観光地のはずなんですけど、あそこの湯の坪街道に人がねわんさかいた以外はね、結構空いてるとこ行けましたよね。温泉もほぼ貸し切りだし、カフェの2階が貸し切りだったってね、非常に嬉しかったですよね。湯布院はね、小さくて温かさがこもった街とかね、最初お姉さんの案内放送がありましたけども、いや全くもってそうでしてね。でこの列車もやっぱりその湯布院の感じっていうのをやっぱり残してくれてるんじゃないかなと思います。やっぱりね一人一人が、頑張ってねいい空間を作ってんだなと。で湯布院の街もね信号がほぼほぼないんですけども、ね、自動車が譲り合ったりとかして大きい観光バスとかねトラックが通ってるようなの見てね、いやーなんか新年最初にすごくいいものを見せてもらったなっていう、そういう旅になったと思います。もう幸せと温かさが詰まった、それに触れられた旅を、そしてそのラストランナーを飾ってくれた湯布院の森さんにありがとうを言いながらこの動画を終わらせていただきたいと思います。エンジンの音うるさいかもしれないですけども、ではご視聴いただきましてありがとうございました。で本年も青木旅行チャンネルのよろしくお願いいたします。